こんばんは。はるけです。今回はアタッカー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手を新しく追加をして更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、最新版のアタッカー選手たちのティアリストになってます。今週はですね、ゴラッソチーム2、そして今来てるショーダウンの選手たちを新しく追加をしてます。まずは D ですね。D はですね、こちら新選手追加がありますね。89のゴラッソヒーローキューウェルになってますね。やっぱり弱い方っていう風なこともあって、そこまで強さはないですね。もちろんラピットのプラスついてるのはね、いいことで、ペースもね、速いのでいいんですけど、ただ、そうね、現環境、いろんなアタッカーがいる中で、この人じゃないといけないっていうことはないかなっていうようなところですね。あとはね、やっぱり今の現環境、サイドバック、相手の選手たちがも強いんで、そうなってくると、やっぱり簡単にフィジカルで負けてしまうっていう風な感じにはなってしまうので、なかなかこう自分のうまさっていうのがないとちょっと厳しいかなっていう風な感じで、どうしても代わりはいる選手になってしまいますね。そして続いては C ですね。C はですね、こちら新選手いますね。ゴラッソアイコンのリネカーになってます。だいぶ強化をされたと思います。リネカーという選手を考えると、本当に過去作強化されても全く使われないっていう風な選手になってましたんで、このゴラッソアイコンでは結構強くなったなと思います。で、エボリューションをしてプラス1されれば、B に上がってもいいかなっていうぐらいですね。普通に C の中でも上の方になります。個人的にはですね、逆足5になったという風なことと、もともと決定力はすごく高い選手だったので、そのシュートという風な部分ではあまり文句のつけどころがない選手になってますね。で、またペースに関しても十分速くなりましたし、フィジカルもちょっとあるという風な選手になりますね。ただ、個人的にやっぱドリブル、敏捷性のところだったりとか、パス面がもうちょっと上手ければ、視野とかが高ければいいなっていうふうには思いますし、プレイスタイルのプラスの部分が、自分的にはあんまり強くはない、ものなので、そこが何か違うものに変わっていたらよかったなっていうふうなところですね。そして続いては B ですね。B はですね、こちら新選手いますね。ゴラッソヒーローのビアリ、そしてキーンですね、ロビー・キーン。あとはですね、キューエルかな、91のキューエルになってます。で、前回からだと、ゴラッソアイコンの91のファンペルシーだったり、あとは RTTK かな、こちらレバンドスキを少し下げているという風な形になってますね。あとはマクマナマンも92になっているという風なことですね。まずは新選手、ビアッリーですね。十分スタメンに入ってもおかしくはない選手になりますね。値段かなり安いですけれども、非常におすすめな選手になってます。ある程度軽さがありながら、こちらも逆足5でシュートがうまいっていう風な選手になります。で、ペースも十分にあって、特にボールを持っていない時のスピードっていうのはクイックステップのプラスがついてるので、速さを感じることができますね。で、エアリアルのプラスはそこまでいらないかな。空中戦、ジャンプとかヘディング精度高いんですけど、やっぱ180センチっていう身長なんで、もうちょっとこう空中戦に向いていて強い選手はいるかなっていう風な感じなんで、地上戦メインで使っていくのがいいと思います。思った以上に、十分強い選手だなという風に感じたので、ここに入れてます。そして続いてはキーンですね。ロビー・キーンになります。ミニリリースで来た選手になりますね。キーンもね、安いのに強いね。安いのに強い。それこそテクニカルのプラスっていうのは非常にでかいですね。ドリブルも軽い選手になりますんで、ペースも速くって推進力持ったドリブルがスキル4でもできるっていう風な選手になってます。で、この人もシュートはね、うまいです。よく決めてくれるなっていう風な印象がありますし、若干フィジカルもあるっていう風なところもいいですね。で、スタミナもあるし、非常に強い選手。この人5万弱ぐらいで買えるんですけど、かなり安いですかね。A に入れようと思ったんですけど、でも A の選手たちも強いしっていう風なところでちょっと迷った結果、ここに、してます。
そして続いてはキューエルですね。91のキューエルになってます。55のキューエルという風なことで、先ほどの89のキューエルとはちょっとこう、別人というか、全然違う選手になってますね。またラピッドのプラス、こちらも一緒にね、備えてはいますし、ドリブルも、ある程度軽さがありながら、パスもね、うまくって、シュートも若干決めれるっていう風な選手になりますね。やっぱり55っていう風なことと、能力プラス2上がりっていうのは非常に大きいですし、サイドアタッカーとしてですね、十分満足できる選手になりますね。十分使える選手ということで、個人的には B ということですね。そして続いては A ですね。A はですね、こちらも新選手いますね。ゴラッソアイコンのドログバ、そしてショーダウンのアレ、この2名を入れてます。また前回からだと93のアルオワイランですね。ゴラッソヒーローのアルオワイランだったりとか、バーセのベンゼマを少し、下げてます。まずは新選手ですね。ドログバになります。この人マジで強いね。この人マジで。それからドログバ使ってる人多いかな。相手によく見るので多いかとは思うんですけれども、なんでしょうね。すっげえ強いんですよね。決定力まずね、高い。めちゃくちゃ逆足だったりとか、ヘディングも含めてですけど、すごくね、シュートを決めるっていう力はあるなと感じますね。あとはペースも速くって、フィジカルも強いんで、裏抜けされると、もう追いつかないですね。なんですごくでかくて速くて強いっていう風な、もう一気にトップクラスの選手になりましたね。で、あとは、パスの部分は、やっぱり多分ケミストリースタイルとかで上げないといけない、上げる必要はあるんですけど、それ以外はね、十分、あとはだいぶこう改善、ドリブルのところも改善はされましたんで、そういう人はね、だいぶ満足できる、それぐらい強化されたドログバになってるかなと思いますので、非常に強いなと感じて、この A ランクにしてます。そして続いては、アレですね。ショーダウンで来ました、アレ。アレはですね、ドログバほど、その理不尽さっていうのはない選手になるんですけれども、やっぱりその空中戦の強さだったりとか、あとは決定力とか、あとは冷静さっていうの部分は非常に高い選手になってますので、ここに入れました。スルロットよりもね、持ちやすい選手にもなってますので、ランク的には上という風なことにしてますね。空中戦だけやるならスロットがも全然変わりは効くんですけど、やっぱパスとかドリブルの部分はだいぶね、改善をされてるあれになりますんで、若干ランクは上という風なことにしてますね。本当にでかくて、器用な選手という風なことで、プラス2上がりされればかなり強い選手になるなという風に思いますね。そして続いては S ですね。S はですね、こちら新選手の追加がありますね。ゴラッソアイコンのカントナ、あとはプスカシュ、ジャイル、この3名ですが、新しく追加をしてます。あとは前回からとデンベレがね、94になっているというふうなことですね。まずは新選手、カントナですね。SBC で登場をしました。S に入っててもおかしくはないかなっていうふうには思いますね。チップシュートのプラス、ループか。これだけが残念ですね。他は正直あまり何も言うことがないぐらいですね、強い選手にはなりますね。ただ重たいです。重たさは多分感じる人はいるかなっていうふうには思いますんで、重たい選手でもいいっていう方はカントナは非常におすすめになってます。重たいけれどもしっかり恩恵があるっていう風な選手になるので、そこをしっかり理解した上で作ってみる、使ってみるっていうのが一番いいのかなというふうには思いますね。逆足4ですけど、全然逆足も決めれる決定力を持ってますし、テクニカルのプラスっていうのは非常に大きいので、十分 S に入っててもおかしくはないというふうなことでここに入れてます。そして続いてはプスカシュですね。44の中で一番強いんじゃないかっていうぐらいですね。非常に能力高くなってますね。あとは使用感っていうのは素晴らしくいいですね。軽いです。普通にスキル4ですけど、ドリブル突破っていうのも全然できる選手になります。その緩急っていうか、スピードの緩急とドリブルの細かさっていうので、普通に抜けるっていう風な選手になりますね。ただやっぱり今後、スキル5あった方がいいのにって思う時はあるとは思うんで、それがやっぱり44でも良ければっていう風な感じにはなりますね。あとは今週のプラスがついているという風なことと、決定力すごく高い選手になってます。冷静さも99かな、もうカンストをしているっていう風な選手になるので、プスカシに関しては
もうスキル逆足のアップグレードがなされたカードを待つだけですね。そして続いてジャイル・ジーニョですね。ゴラッソアイコンという風なことでチーム2で来た選手になってますね。まずテクニカルのプラス、クイックステップのプラスっていうのは非常に素晴らしいですし、スキル5逆足4という風なこと、あとは能力のアップグレードをされて、レーサーも96までいっていると。本当決定力、あとはパス、ドリブル、スピード、フィジカル、全てを兼ね備えているアタッカーという風なことで、こちらも最強ですね。ウイングで使ってもいいですし、全然 ST お任せてもいいという風な選手、本当前線どこやらしても違いを作れるという風な選手になってますので、おすすめ。本当最強の右ウインガーという風な選手ですね。こちらが最新版のアタッカー選手のティアリストになってます。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。